今日はですね、キントーンの AI についてちょっと喋っていこうかなと思います。AI って聞くと、チャット GPT とかコパイロットとかいろいろと多分あってですね、皆さん仕事で使ってるかなと思いますが、じゃあ、キントーンの AI と、そういうよく使う、AI って我々が呼ぶ、仕事で AI 使ったらっていうその AI と何が違うのかっていう話なんですけれども、根本的にキントーンの AI は、キントーンの中のデータを活用する。で、チャット GPT とか、ジェミニとか、コパイロットとかは、世に出てる情報を活用するというようなところで、クローズドデータかオープンデータかみたいなぐらいの違いがあるかなというふうにまず思ってもらったらいいかなと思います。今、キントーンの有効になっているのが検索 AI、アプリ作成 AI、プロセス管理、そしてスレッド要約と。基本的にキントーンの中で完結するキントーンのデータだけというところになります。で、検索 AI の場合はですね、どのアプリのどのフィールドを使ってシステムのプロンプト、どういうような回答の仕方がいいかっていうのを設定する。プロンプトボタンとかをね、設定すると、いちいちプロンプト書かなくてもね、それクリックしたらやってくれるんですけれども、今回はふわっとした感じでですね、株式会社サイボーズ商事の直近5件の活動履歴状況はっていうのを聞いています。フランクな感じでって僕は言ってるので、ヨッスってね、ヨッスってあんまりね、使う言葉使った感じはないんですけど、この最近5件のレコード情報をもとにどんなことやってるかみたいなことが出てくるようになります。じゃあ逆にここでですね、イントリに必要なエネルギーはって聞いてみましょう。どんどんとなさそうなね、レコードの中になさそうな情報を聞いています。基本的に回答は頑張ってね、生成してくれるんですけれども、例えば、このキントーンの中にですね、これらの今聞いている内容の答えであったり参考になる情報がキントーンのレコードに入っていれば、返ってくるんですけれども、返ってこないですね。チャット GPT の場合は、すぐ出てきますよね。予想にそのデータがあるから。でもこのデータがキントーンのレコードに登録されていれば活用できるというところがあるので、じゃあ、チャット GPT とかの方が楽なのかなっていうとそうではなくてですね、キントーンの中のね、レコードの情報を参照することはできないですよね。ログインしないといけないですから。なので、自社のレコードの情報を活用するためにキントーン AI を使う。で、そこにない情報を別の AI を使うっていうふうに分けていくっていう考えが大事かなと思います。アプリ作成 AI はもうほぼね、キントーンの中で全部完結すると。はい。こんな感じで、顧客情報とそれに紐づく活動履歴のアプリを作成したいなというふうに聞くと、どうすんのって感じでね、返ってきます。はい。会社名と担当者名、メールアドレスがあればいい。活動履歴には訪問日と話した内容、アプリの目的は社内への共有というふうに伝えました。で、今こんな風なアプリがいいんじゃないかな、みたいな感じでアプリを作ってくれてます。で、これで内容をフォームに反映っていうのを押しますと、はい、こちらでね、先ほど何もなかったところが作ってくれてるよというところで、アプリゼロから作るよりは最初にちょっと聞いてどういうふうに作ればいいかなっていうのを聞くと、ある程度ね、作った状態であとは自分で直していくってことができるようになりました。こんな感じで、あなたの業務にぴったりなプロセス管理をって感じになるんで、はい、申請確認承認という内容で、どのタイミングでも未処理に戻せるようにしてというふうに伝えました。じゃあ、こうしますよと。で、どういうようなフローにするかっていうのを今、確認してくれましたので、いつでもね、戻せるようにしているので、これで反映します。はい。すでにできていると。ちょっと見ていきましょうか。はい、申請しました。で、申請で戻せる。確認で戻せる。承認しても、承認済み差し戻し。承認したけれども、承認してるけど差し戻しをしたいという時には、こういうのがあると。差し戻し。承認したけど、結局最終的に戻ると。僕一人でね、やってる環境なので、あまり文章がないので、
あれですが、まあ、たくさんいっぱい書いてたらこのスレッド何なのかなって教えてくれるし、コメントがいろいろとあったら、このコメントに、長いコメントがあったらね、まとめてくれるよというところで、まあ、結局のところ、均等の中でしか使えないと。なので、最初の方にも話しましたけど、均等にああだこうだ聞いて、均等の中にないデータを引っ張ってきてくれるというのはできないんですよね。そうなってくると、チャット GP とかとつなぐとか、連携サービスでいくと、M ソリューションズさんのスマートアット AI for 均等パワードバイ GPT とかね、これ使うとですね、これは非常に便利でしてね、無料でも使えるんですよね。まあ、チャット GPT とかね、そっちの方に課金をしてもらう必要はあるんですけれども、それしてもらってたら、キントンとつないでですね、キントンに聞いた内容のデータが蓄積されるってことができます。だから有料の場合はですね、チャット GPT 使ってなくても、別の AI 使ったりもできるっていうのがありますので、まあ、非常に便利なので、キントンの中でよその情報を引っ張ってきてほしいとかっていうようなとこがあれば、こういったサービスを使ったりするのも一つかなと思います。今のところこのね、均等の AI っていうのは特に追加料金かかるもんでもないので、ぜひとも活用いただいて、ただ、クローズドのデータがメインなのか、オープンのデータがメインなのかっていうところをしっかりとね、分けて考えていただければなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.